皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回の動画では迅速平行法によりミカエリスメンテン式を効率よく導く方法について話しました。そして最後に阻害反応が並行して起こるときのミカエリスメンテン式の誘導に対して宿題を出しました。そこで今回はこの答え合わせをします。1式は基質 S が酵素 E の触媒作用により複合体 ES を形成した後、生成物 P へ変換される反応スキームです。この主反応に並行して2式で示す酵素と阻害物質 I が複合体 EI を形成する反応が起こります。この反応は酵素の部位に本来の反応物である S とは異なる物質 I が結合するものです。これにより S が酵素に結合できる機会が減るため P の生成速度が低下します。今回の場合、迅速平行を仮定する箇所が2つあります。1つ目は1式中の E と S が複合体 ES を形成する箇所です。これにより ES から P が生成する箇所が必然的に立足段階となります。2つ目は2式の E と I が複合体 EI を形成する箇所です。ここで記号丸印は迅速平行、山印は立足段階の箇所を表します。それでは前回の動画で述べた7つの手順に従って本反応システムに対して反応速度式を導出します。ステップ1では立足段階の箇所に対して P の生成速度式を設定します。これは前回と同じです。ステップ2では全酵素濃度 ET を求めます。前回との違いは4式の右辺に酵素と阻害物質の複合体 EI が足されています。ステップ3では迅速平行の箇所に対して乖離乗数を設定します。今回の場合、迅速平行の箇所が2つあるので、乖離乗数は2個になります。その1つは未乖離子乗数 Km で、もう1つは阻害乗数 Ki です。ここで Km の上付き添え字 R は Km が迅速平行法により得られたものであることを表します。ステップ4ではステップ1で求めた式をステップ2の式で割ります。ステップ5ではステップ3で設定した式を複合体濃度 ES、EI について解き、これらをステップ4の式へ代入します。これは測定が困難な複合体濃度を式から消すための操作です。式中に測定困難な変数が含まれていたら、これを消すことが実用的な式を誘導する際の常套手段であることを覚えておいてください。ステップ6ではステップ5の式の分子分母から E を除き、両辺に ET をかけて整理します。ここでの操作も測定が困難な有利状態の酵素の濃度 E を式から消すことが目的です。ステップ7では速度乗数 K プラス2と全酵素濃度 ET の積を Vmax と置き、最終的にミカエリスメンテン式を得ます。ここで生成物の生成速度 Vp と基質の消費速度 V は等しいので Vp を V で置き換えました。いかがでしょうか。難なく導くことができましたね。皆さんの回答は10式と同じになったでしょうか。この式は拮抗阻害を伴う酵素反応の式です。拮抗阻害とは酵素の同じ部位を基質と阻害物質が競争して取り合うことで主反応が抑制されることを意味します。10式について簡単に考察してみましょう。導かれた式には
必ず設定した過程が反映されています。樹式は P の生成反応が阻害物質により抑制されるように構成されているはずです。そうでないならば導いた式に間違いがあります。私はこのようなチェックを必ず行います。これにより式が正しく導出されたことに確信を得ます。阻害物質濃度 I が高くなると阻害が大きくなるはずです。I は分母に含まれています。これが大きくなると分母が大きくなります。よって反応速度 V は小さくなりますね。矛盾がありません。次に阻害乗数 Ki の意味について考えましょう。6式の Ki の定義によれば Ki が大きいほど EI 複合体は形成されにくくなります。すなわち阻害が弱くなることを意味します。樹式において Ki が大きくなれば分母は小さくなります。これは反応速度を大きくします。これについても矛盾がありません。感覚的に阻害乗数が大きいほど阻害が大きくなると思われがちですが、逆に小さくなることを覚えておいてください。これは Ki がそのように定義されているため仕方がありません。ところで、拮抗阻害を伴う酵素反応は一つにまとめて11式のように書いた方が反応機構を理解しやすいかもしれません。同じように不拮抗阻害と呼ばれる阻害形式を書くと12式のようになります。この阻害では阻害物質が有利の酵素 E ではなく酵素基質複合体 ES とだけ結合します。ここで示した導出法に習熟してもらいたいため、この反応に対する速度式の導出を次の宿題とします。次回の動画でまた答え合わせをしましょう。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。